ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 MacBook Air についてですね、第2弾といたしまして、デザインとか価格、発売時期などについてですね、詳しくお話ししたいかなと思います。新型の MacBook Pro ね、こちら登場して僕も使ってるんですけども、最安で24万円からということでね、なかなかこう手が出にくいというね、形になっております。手がなかなか出ないなと思った方もね、多いんじゃないかと思います。次にね、やっぱね、多くの方が期待するのは新型の MacBook Air ですよね。今回なんでデザインとか、機能的な面、そちらはもちろんなんですけども、発売時期とか価格についてですね、こちらも予想ではありますが、このぐらいになるんじゃないかなっていうのは、大体ね、予想できたりするので、ここら辺解説したいかなと思います。最後に新型のこの MacBook Air 待つべき人はこんな方かなとか、逆にこういった方は待たなくてもいいんじゃないかなっていうところですね。この M1 のね、M1 のね、例えば MacBook がいいんじゃないかとか、そこらについてもお話ししたいかなと思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。はい。で、もし今後もこういった情報をね、知りたいなって方はぜひチャンネル登録していただくとですね、最新情報届きますんでね、今後もまた新しいことが入り次第、どんどんね、共有していきたいと思います。あとは通知ベルもね、オンにしていただくと届きやすくなりますんでね。なんでこの下の赤いね、チャンネル登録ボタン、ポチッとお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ボタン押してくれましたね。はい。では始めていきたいと思います。昨年の2020年、11月にですね、これ M1 チップですね、というのが搭載された Mac が登場したんですけども、いわゆるこれはですね、中身のCPU が変わったっていうところですね。人間でいう脳みそになる部分なんですけども、これまではインテルのその CPU っていうのがね、入ってたわけですよ。インテル入ってるみたいなね、CM ありましたけど、Core i5 とか7とかなんか聞いたことね、あると思いますけど、この CPU 自体をもう Apple が作るようになったということですね。これが俗にApple シリコンと言われるものでですね、その最初がM1 チップっていう感じですね。はい、でこの M1 チップが搭載された MacBook っていうのが非常にね高性能でありながら、例えばバッテリー持ちが良かったりとかしたわけですね。MacBook Air には M1 の MacBook Air にはですね、熱を逃がすためのこのファンとかもうそもそもついてなかったりとかないのに発熱も少ないというね、なかなかすごいマシンなんですけども、この最初の Apple シリコンでさえね、今までの Mac ですね、インテル版のものを全部こう蹴散らしてしまったぐらいのね性能があったので、これ非常に驚いたっていうところですね。それがしかも10万円前後で買えてしまうというところで、ここ本当5年から10年ぐらいでね、本当結構一番パソコン業界で結構革命的なことがね、今起こったんじゃないかなと思います。それがこの2020年からの1年間だったんですけども、なんですがやっぱこの MacBook Air といえばね、おなじみのですね、ここにも今あるんですけど、この流線形のね、おなじみのデザインがだったと思うんですけども、デザインに関してはこの M1 のモデルはですね、基本的にインテル版の時と全く一緒という形ですね。デザインをそのままただ使ってるだけで、チップだけ変えたっていう感じですね。で、つまりなんで先ほど話した Apple がですね、自社で作った Apple シリコン、独自の CPU、こちらに最適化されたデザインじゃまだないということですね。最近だとね、この MacBook Pro が新しく登場したんですけども、例えば M1 Pro とか M1 Max っていうね、さらにこう高性能なチップが入ってるんですけども、そういった高性能さに合わせた設計がされてるんですよね。結構横とか、例えばこのファンがね、やっぱりかなり強力なもの入ってたりとか、逃がすためのね、この空気の穴が横とか上とかにもね、増えてたりとか。あるわけなんですけども、なので MacBook Pro とかと同じようなことがこの新型 MacBook Air でもね、デザインの再設計を行われるんじゃないかということでですね、じゃあ実際にどんなデザインになるのかっていうところをね、見ていきたいと思います。今ちょっとね出てる情報とかを元にね解説したいと思います。はい。デザインについてなんですけども、現在よりも薄くやっぱ軽量化される可能性があるんじゃないかということですね。はい。これは先ほど説明したやっぱ Apple シリコンの恩恵というところが大きいと思います。はい、よりスペースを使わず、その上で高性能さを出せるっていうね、そういうところだったり、電力効率ですね、バッテリーの消費がやっぱ少なかったりするので、その分発熱も少ないと。そういったことからやっぱ薄くできるんじゃないかということですね。基本的にやっぱ新しく登場した MacBook Pro に似たようなデザインになるんじゃないかと思われますと。なので結構フラットで平らなデザインですね。そして結構角がこう丸いようなね、形になってくるんじゃないかなと思います。画面についてもですね、画面周りの
の縁ですね、いわゆるベゼルと呼ばれる部分なんですけども、ここがベゼルが薄くなってよりやっぱすっきりした印象ですね。MacBook Pro でもなったんですけども、なんでこの画面周りももしかしたら黒色から白色に変わるんじゃないかと、白ベゼルといわゆる言われるところですね。でまた MacBook Pro のように画面上にノッチですねあるようになるかもしれないということですね。ここにはインカメラが入ってるんですけど、白色なんでね、実際これだとちょっと目立つかなっていう感じはあるんですけど、はい、それが最近出てきたCAD 画像ですね。いわゆるこれ設計図なんですけども、はい、ノッチがないデザインではありました。はい、正直じゃあどっちがいいのかっていうね、非常に難しいところではあるんですけども、あとこのちょっと CAD 画像のね信憑性は正直あんま高くないかなっていうところはあるんですけど、はい、確率としては MacBook Pro にやっぱノッチがあるので、Air もねおそらくつくんじゃないかっていうふうに僕は思うんですけど、どうしてもやっぱデザインを変えるとですね OS、ですね、パソコンのいわゆる中身の部分 MacOS ですね、iPhone だったら例えば iOS とか言われますけども、要するにノッチを統一しないと、プロであれ Air であれ中に入ってるね MacOS というのは結局一緒なので、要するにじゃあノッチがあるのとないとでやっぱ操作性っていうのがやっぱ微妙にちょっと変わってくるんですよね。そういったことをやっぱ僕ら使う側からすると結構デメリットになる部分が大きいっていう風なことがあるんでね、それがもうベゼルの部分を、プロと同様にですね、黒色にして、目立たない形に、するのもありなのかなと思ったりもしますね。はい、ここら辺はどうですか皆さん、どう思いますか？気軽にちょっとコメントをねいただければと思います。でまたデザインの刷新とともにですね、カラーも結構カラフルに変わるんじゃないかというふうに言われております。最近の Apple 製品は特にですね、このなんていうか一般消費者向けの製品ですね、っていうのは非常にカラフルなラインナップになってきてるんですよね。例えば iPad Air 4とかはですね、ここから大体カラフルなデザインが出てきて、iMac のね、2021年モデル、今年4月に出たんですけども、これもカラフルになってますし、最近だと iPhone、13とかね、iPad mini の第6世代とかもね出てきまして、そこも新しいカラーがね出てきたりとか、スターライトですかね出てきたりしますけども、かなり豊富なカラーで登場してるんですよね。はい、その一方で MacBook Pro ですね、こういったプロ向けのパソコンっていうのは、カラーっていうのはなくてもうシルバーとスペースグレーだけっていうね、 iPad Pro とかもそうなんですけど、非常にシンプルな選択肢になっていると。なんでかなり明確にローエンドとハイエンド、いわゆる一般消費者向けの商品とやっぱプロ向けのハイエンドなものっていうのを非常に分けてるっていうね傾向が見られますね。これも結局アップルが以前にやってたことなんですよね。要するにジョブズがね昔やってたみたいなことをちょっと参考にしてるような気がするんですけども、この表は一応他の動画から借りてきたやつなんですけども、一般向けといわゆるプロ向けで分かれているというところと、で、その中でもやっぱ据え置きのじゃあデスクトップ PC なのかそれから持ち運びできるタイプかっていう感じですね。この表をですね、これ昔の Mac の構成なんですけども、こちらをですね、現代風にちょっと見立てると、この表は一応僕が作ったねものなんですけども、おそらくこんな感じになるんじゃないかなと思っております。はい、なので2021年今現在だと、一般消費者向けでねカラフルな iMac が登場したというところですね。左上です。そしておそらく来年とかにiMac のねそのプロ向けのモデルですね、右上が27インチのモデルまだ出てないので登場するんじゃないかということですね。はい、で持ち運びできるパソコンですね、ノートブックだと、最近 MacBook Pro が、登場した、右下ですね、プロ向けのものですね。となると次はやっぱ MacBook Air が、デザインチェンジしてね Apple シリコンに、最適化されたもので出てくるんじゃないかということですね。はい、こう見ていただくとカラフルになるのが自然なんじゃないかなっていうのがね、ちょっとしっくりくると思いませんかね。ただ一応白いベゼルのデザインがどうなのかっていうのね、どうなるのかちょっと分かんないんですけど、はい、なんでプロ向けモデルと本当そうではない一般モデルでかなり明確に分かれそうな感じがします。はい、でまたこれ MacBook Air の方に搭載が期待されるものがあるんですけども、それがやっぱ MacBook Pro にもね搭載されたミニ LED ディスプレイですね。新型 MacBook Pro に非常に小さな LED っていうのがバーって無数にね数千と配置されてるんですけども、これとやっぱ同じようなものが Air とかにも搭載されるんじゃないかなと思いますと。画面の綺麗さについてはもちろんね綺麗で見やすい方がこのプロだろうが一般の方であろうが綺麗な方がいいじゃないですか。誰が見ても分かると思うんですよね。仮にじゃあ今その綺麗な画面のものを買おうとしたらプロの最安モデルと24万円出さないといけないんで、それはちょっとどうなのかなっていうところですよね。一応 iPad Pro もあるんですけど、
はい、そういった点からも新型 AI に搭載される、真ん中に入ってくる、ね、余地っていうのはプロよりはちょっと安い価格で綺麗な画面を手に入れるっていうねことができるので、搭載してほしいかなと思います。ここは今プロのねこの14インチ、ね、実際に使ってるんで分かるんですけども、非常に画面が綺麗なんですよね。非常に明るくて見やすいですね。で反射もやっぱり明るい分ね見やすいのかなっていうところで非常に使いやすいんですよね。色の表現とかが非常になんかねコントラストで色のこの表現が非常に豊かなので、やっぱり本当にねもうすごい綺麗で持ち運べるテレビみたいな感覚で、非常に映像体験とかも素晴らしいなと思います。詳しくレビュー動画あるんでちょっとご覧いただければと思いますが、そして接続端子についてはプロとかに比べると非常にやっぱシンプルなものになるのかなというところですね。ポートについてはプロでも復活したマグセーフ充電、磁石でくっつけるタイプの充電ですね、できるものがね一応 MacBook Pro の方で復活したので、これもおそらく Air と同じものがつくだろうと思われますと。で従来通り Type-C ですね、 USB Type-C、サンダーボルト対応したものが左側に1つで右側にもう1つぐらいつくんじゃないかなと思いますね。で新型の MacBook Pro には以前のようにですねSD カードスロットとか HDMI ポートが復活してるんですけども、これはおそらく Air にはないんじゃないかなというところですね。ここはなのでカラーとかと、同様にですねやっぱ一般向けとプロ向けで、結構端子とかも分けるんじゃないかなと思います。SD カードスロットはちょっと個人的には欲しい気はするんですけども、多分つかないのかなっていう風な感じはしますね。でまた性能についてはですね、つまり搭載されるであろう、M2 チップというもの、名前は M2 になるか分かんないんですけど、ただ M1 チップの時点でね、普通にこの使う範囲であれば全然ね性能的に十分なので、そこまですごい変わるかっていうとそんなことはないと思うんですけど、自分もやっぱ1年間ぐらいねレビュー動画出してますけど、YouTube の編集とかがっつりね、かなりやったので、あとバッテリー持ちもやっぱかなりいいですね。CPU についてはおそらく M1 と同じ8コアになると思いますと。なので CPU のシングルコアとかですね、日常的に使う範囲であれば正直そんな大差ないんじゃないかなと思いますね。M1 とやっぱ一番ね違いが出そうなのがGPU 性能ですね。画像処理とか映像の処理をするところなんですけども、そこが MacBook Pro とかもそうなんですけども、かなりこの M1 がねちょっとそんなに強くないんで GPU がそこのやっぱ強化されたバージョンになるんじゃないかなと思います。だいたいコア数が、今だいたい7コアか8コアなんですけども、9から10コアぐらいに増えるんじゃないかなと言われております。コア数は脳みその数なんで、多い方が性能がいいと思ってもらえれば大丈夫です。おそらく予想としては今僕もねレビューしたプロの14インチの最安モデルですねと、M1 の間ぐらいが妥当なんじゃないかなというところで、M1 の弱点で言うとさっき言ったみたいに GPU の性能が弱いんで、そこなんですよね。そこをやっぱプロまでのこの性能はいらないんだけど、やっぱもうちょっと軽さをやっぱ求めたいみたいなね、もうちょっと性能上がってでも軽さを求めたいみたいなね、もうちょっとライトユーザー向けに、そういった人には最適なマシンになりそうな気はしてますね。気になる価格なんですけども、M1MacBook Air よりまず高くなるっていうのは確実だと思いますね。新しいチップとかはやっぱこのデザインの大きな刷新とかあると思うんで、その分やっぱコストも上がるんでね、今の Air とまず同じ価格で例えば出るみたいなことはないと思う。ただ逆に言えば M1 Air と置き換えるんじゃなくて、横に並んでね販売される形になると思います。なんでM1 の Air と MacBook Pro の間に入ってくる位置づけになるので、大体今言われてるのは$1500ぐらいって言われてるので、日本円でおそらく税込み17万18万ぐらいはするんじゃないかなと思いますね。はい、プロの価格とか見てるとやっぱちょっと高くなるんじゃないかなと思います。で発売日についてはですね、いろいろ言われてはいるんですけども、今のところは、2022年の後半ですね、第3四半期なので、大体6月から9月ぐらい2022年ですね。そのぐらいですかね。で大体毎年6月にね WWDC って開発者向けのねアップルの発表会あるんで、その後ぐらいが、実際は現実的なんじゃないかなと思いますと。で最後ですね、これ M2 じゃあこの MacBook 新型 MacBook Air 待つべき人、逆に待つべきじゃない人どんな方なのかみたいなね簡単に解説したいと思いますが、 M2MacBook Air 待つべき人はですね、やっぱこのカラフルでやっぱ新しいデザインがね、結構好みかなみたいな方ですよね。その上でやっぱできるだけ軽いやっぱ Mac がいいと。
軽くて、でもある程度性能もやっぱ欲しいみたいな方はですね、待ってもいいんじゃないかなと。はい。MacBook Pro までのやっぱそんな性能はいらないんだけども、簡単にやっぱ動画編集とか画像編集だったりですね、CPU メインの、やっぱプログラミングとか、音楽編集ですね、DTM とかぐらいであれば、全然いいんじゃないかなと。ちょっと、負荷のかかる作業を、プロまでいかないけど、やっぱり Air でもやりたい。しかも軽い方がいいっていう方は、待ってもいいのかなと思いますけども。はい。逆にじゃあ M2 の MacBook Air 待つべきじゃない人なんですけども、基本的にやっぱ今使ってるパソコンに不満がある方ですね。急いでないなら全然さっきみたいにね、待ってもいいと思うんですけど、やっぱり正直 M1 Air でも性能的にもう全然十分なんですよ。十分に使えるので、なので、それだったら待ってる時間がもったいないんで、今から買ってやっぱサクサクね、使って時間をやっぱ節約できるんで、その方がいいんじゃないかなと思います、僕は。時間が節約できるというところで。もしやっぱ新型エアが、やっぱりいいなと思ったらですね、M1 エア売って、それを元手にして買うのが、正直一番賢いのかなと思います。僕だとそうしますかね。あとはやっぱとにかく安い価格でもう使えればいいみたいな方ですね。これはシンプルに本当 M1 の MacBook Air も買ってくださいって感じですね。はい。新型はですね、M1 よりはまず安くなるってことはまずないと思うので、特にやっぱデザインとかね、そんな別に気にしないみたいな、特に普通に使えたらいいよみたいな方はですね、もう M1 で十分です。ただじゃあやっぱ Air じゃなくて M1 のじゃあ MacBook Pro、今買うんだったら価格はちょっと上がるんですけどね、プロの14インチの、例えば最安モデルとかにした方が、長くね、やっぱ使う長い目で見ればやっぱりそっちの方がお得になるんじゃないかなと思いますね。数万円乗せればやっぱ画面の綺麗さとか、やっぱスピーカー性能も良かったりとか、そこら辺結構全然違うんですよね。4、5年とかね、特に長い目で使いたいであるなら14インチにした方が絶対いいと思いますね。はい、今だったら。ということでまたちょっとね、ここら辺も質問とかありましたら気軽にコメントをいただければと思います。こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録、通知ベルも忘れずお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いできることね、楽しみにしております。はい、良い一日お過ごしください。バイバーイ。いや、M2 Air はね、もうほんと楽しみ。楽しみ。一番ある意味楽しみかもしれない。来年の半ば以降だと思いますけどね。カラフルでどうなんでね、本当に薄くなるのかちょっとね、MacBook Pro ね、見てると、怪しい面もありますけど、プロよりはさすがに薄くなると思います。カラフルでね、ちょっとベゼルが白色のベゼルがどうなのかっていうのはありますけどね。そこら辺も含めてちょっとね、また情報来たら上げていきますんでね、またちょっと僕も注目してね、見ていきたいと思います。はい。1万人まであと少しなんで、ぜひね、チャンネル登録もお願いします。てか、頑張ります。はい。よし。年末だし、寒いな。